皆さんこんにちは。EG Japanese Daily へようこそ。今日の動画では月曜日の生活についてお話しします。朝6時半に起きました。今日は天気がいいので窓を開けました。冷たい水で顔を洗って温かいコーヒーを飲みました。それから朝ごはんを準備しました。今日の朝ごはんはパンと目玉焼きとサラダです。テレビのニュースを見ながら、ゆっくり食べました。食後の後、部屋の掃除をして洗濯をしました。午前中は机に座って2時間ほど日本語を勉強しました。新しい漢字と単語をたくさん練習しました。12時頃に友達と待ち合わせをして、駅の近くのレストランへ行きました。そこで、カレーライスとサラダを注文しました。スパイスが効いていて、とても美味しかったです。昼ご飯の後、大きな本屋へ行きました。私は新しい書説と日本の漫画を買いました。友達は料理の本を探していました。その後、スーパーへ寄って買い物をしました。牛肉、じゃがいも、人参、そしてリンゴを買いました。荷物が重かったので、バスで家に帰りました。家に帰ってから少し疲れました。お茶を飲みながら30分ほど休みました。夕方からパソコンを使って作業をしました。新しい動画の台本を書いて編集をしました。7時頃になって夕食の準備を始めました。今日の夕食は肉じゃがとご飯です。肉じゃがは日本のカティラ料理でとても人気があります。昼間に買った野菜と肉を使って美味しくできました。夜8時になると家族が帰ってきました。みんなで夕食を食べながら今日の出来事を話しました。食後の後はお風呂にゆっくり入りました。自分の部屋に戻って今日買った小説を読みました。とても面白くて時間が経つのが早かったです。最後に日記を書いて夜11時に寝ました。夜中の3時に喉が渇いて目が覚めました。台所へ行って冷たい牛乳を飲みました。少しお腹が空いたのでクッキーを1枚食べました。真夜中のクッキーはとても美味しいです。それからまたすぐに寝ました。火曜日の朝8時に起きました。今日は少し眠かったですが、シャワーを浴びて元気になりました。午前中はアルバイトに行きました。私は駅の近くのカフェで働いています。今日はたくさんのおっき役さんが来て、とても忙しかったです。接客の仕事は大変ですが、日本語の練習になります。お昼休みにカフェの近くでサンドイッチを買って食べました。午後から大学時代の友達に会いました。彼女も日本語を勉強しているので、私たちは日本語でたくさんおしゃべりをしました。その後、一緒にデパートへ行って新しい洋服を見ました。私は青いシャツを買いました。夜7時に家に帰りました。夕食は簡単にパスタを作りました。トマトとチーズをたくさん入れて、イタリアの味にしました。食後は昨日買った日本の漫画を読みました。絵がとても綺麗で物語も面白いです。夜11時半にまた日記を書いてから寝ました。明日もいい一日になりますように。ここからは振り仮名なしです。頑張ってください。皆さんこんにちは。EG Japanese Daily へようこそ。今日の動画では月曜日の生活についてお話しします。朝6時半に起きました。今日は天気がいいので窓を開けました。冷たい水で顔を洗って温かいコーヒーを飲みました。それから朝ごはんを準備しました。今日の朝ごはんはパンと目玉焼きとサラダです。テレビのニュースを見ながらゆっくり食べました。食後の後、
部屋の掃除をして洗濯をしました。午前中は机に座って2時間ほど日本語を勉強しました。新しい漢字と単語をたくさん練習しました。12時頃に友達と待ち合わせをして、駅の近くのレストランへ行きました。そこでカレーライスとサラダを注文しました。スパイスが効いていて、とても美味しかったです。昼ご飯の後、大きな本屋へ行きました。私は新しい書説と日本の漫画を買いました。友達は料理の本を探していました。その後、スーパーへ寄って買い物をしました。牛肉、じゃがいも、人参、そしてリンゴを買いました。荷物が重かったので、バスで家に帰りました。家に帰ってから少し疲れました。お茶を飲みながら30分ほど休みました。夕方からパソコンを使って作業をしました。新しい動画の台本を書いて編集をしました。7時頃になって夕食の準備を始めました。今日の夕食は肉じゃがとご飯です。肉じゃがは日本のカティラ料理でとても人気があります。昼間に買った野菜と肉を使って美味しくできました。夜8時になると家族が帰ってきました。みんなで夕食を食べながら今日の出来事を話しました。食後の後はお風呂にゆっくり入りました。自分の部屋に戻って今日買った小説を読みました。とても面白くて時間が経つのが早かったです。最後に日記を書いて夜11時に寝ました。夜中の3時に喉が渇いて目が覚めました。台所へ行って冷たい牛乳を飲みました。少しお腹が空いたのでクッキーを1枚食べました。真夜中のクッキーはとても美味しいです。それからまたすぐに寝ました。火曜日の朝8時に起きました。今日は少し眠かったですが、シャワーを浴びて元気になりました。午前中はアルバイトに行きました。私は駅の近くのカフェで働いています。今日はたくさんのおっき役さんが来て、とても忙しかったです。接客の仕事は大変ですが、日本語の練習になります。お昼休みにカフェの近くでサンドイッチを買って食べました。午後から大学時代の友達に会いました。彼女も日本語を勉強しているので、私たちは日本語でたくさんおしゃべりをしました。その後、一緒にデパートへ行って新しい洋服を見ました。私は青いシャツを買いました。夜7時に家に帰りました。夕食は簡単にパスタを作りました。トマトとチーズをたくさん入れて、イタリアの味にしました。食後は昨日買った日本の漫画を読みました。絵がとても綺麗で物語も面白いです。夜11時半にまた日記を書いてから寝ました。明日もいい一日になりますように。最後まで見てくれてありがとうございます。今日のお話はどうでしたか？